あら、何かしら。匠くんの言う通りだと思う。劉邦軍のみんなは兵の経験はあっても軍を率いるのには慣れていないのよ。しおかちゃんは頭のいい子だけど戦のことは専門外だし。姉さんは役人だったから少しは慣れているかな。気前のいい人だから人はついてくるし。でも心配事は他にもあるの。匠くんのおかげで見事に範囲を攻略できたから兵たちが調子に乗ってしまって。匠くんは気にしなくていいのよ。一兵も損なわずに勝ったのは大手柄なんだから。でも兵たちは勝ち慣れていないから。そうよね。誰かが範囲を攻めてきたら負けちゃうかも。どうしたらいいかしら。え？どうして？匠くんは天のしるべだし姉さんの補佐よ。姉さんの軍では誰に何を言って何をさせても文句なんて言われない。匠くんが必要と感じたことならどんどんやってね。どうかしたの？私のことじっと見ちゃって。そっか。私みたいに背の低くてすっご
ごく可愛い女の子が好きなんだ。なんてね。そんなはずないか。ここ廃校が挙兵した町なのよね。ほんと出たのがこんな土地なんて最悪。私に言ったの？なんだっけ。そう、お兄ちゃんは私の貴重な時間を奪おうとするブサ本物ね。ちょっと遠くかしら。魂胆があるようには見えないし。お兄ちゃん、もしかして世話焼きさんなの？ご家庭の事情ってやつなの。いっぱい苦労したもの。いいわ。特別に許してあげる。なにそれ。ああ、身分がはっきりしてるから安心しろってことか。女の手をいきなり掴もうとするなんて、お兄ちゃんは不作法ね。こういう時はお伺いするの。手をつないでもよろしいですかって。案内することを許します。お兄ちゃんの顔を見た城壁の人、すっごく恐縮してた。偉い人なの？仕方のないお兄ちゃんね。偉い人ならふさわしい自覚と態度をしなきゃ。全然聞いたことないんだけど。どんな噂なの？上
手なハッタリね。騎手の血を名乗る謀反人は多いけど、しるべという証拠を出せるのは劉邦だけか。でもお兄ちゃんが天のしるべなら、悪くないかも。お兄ちゃん天のしるべらしいもん。まるで世界の外から来たみたい。そんなに驚いた顔しないで。冗談だし。そう見えるから天のしるべとして人を動かせるってこと。はいで血を流さなかったのもよかったわ。劉邦が他の謀反人と違う王の器だって証明になるもの。誰の策かは知らないけれど、考えた人はよっぽど先が見えてるのね。どうしたの？耳まで真っ赤。もしかして照れてる？自分が天のしるべなんて分不相応だと思ってる？へえ、お兄ちゃんってば意外と強欲で始末に悪い人なのね。それよりも廃校の話、もう少し聞かせてほしいな。廃校はお兄ちゃんが箔をつけるに値する人？まるで英雄らしくないのね。ずいぶん入れ込んじゃってるんだ。そういうセリフはもっと大きな女の人に言った方がいいと思う。ここでいいわ。善意だけで送ってきたのね。呆れてしまう。もうこの子まさに大陸一可愛いからさらってやろう。程度の悪意と気概は見せなさいよ。もう行かなくちゃ。ありがとうお兄ちゃん。送ってくれて本当に嬉しかった。一人は寂しかったから。お兄ちゃんの名前教えて。お礼に最後のひとときは芝仙のために使ってあげる。廃校は死ぬ。彼女の度量でも足りない。間に合わない。
そんなの小さな女の子に聞かないで。手に余る欲は身を滅ぼすものだけど、叶うといいわね、その願い。天のしるべ様、もし我が幸があるのなら、再び天下のいずこかでお会いいたしましょう。いつまでも背景にとどまっているわけにはいかないわ。そろそろ次に進まないと。一刻も早く方針を固めたいけど簡単じゃないし、匠くんに頼まれた兵の引き締めも必要だし、今日は肝心の子たちがなかなか来ないわね。あら、姉さん、どうかしたの？今朝はひどい顔。服も髪も乱れ放題よ。今朝、起きる！はい、まずは落ち着いて。大きく息を吸って、吐いて。なに？もっかん？劉邦は足りない。旅に出る。芝線。そう。匠くん、姉さんを捨てて出て行ったの。姉さんの可愛さがわからないなんて。いやいや、捨てられる心当たりないよ。ちょっと連日遊んでただけで何もしてないんだけど。何もしてないのは、やったのは、ほんのちょっとだけだから。猫が可愛かったから、耳たぶいっぱい舐めちゃったことかな。明け方までいっぱいやっちゃったことかな。我慢できなくて、いっぱい噛みついちゃったことかな。あと、男の人のうなじについた歯型ってめちゃかわじゃね？それとも、思わずしがみついて。もういいから。たくみ、どこに行ったの？はいはい、姉さん泣かないで。鼻も噛みましょうね。匠くんは筋は通す子だって姉さんも分かってるでしょ？呆れて去る時も姉さんとはもう無理ってきっとお別れを言うわ。リーファもそう思う？すぐに帰ってくるよね。うちだったらなのよね。どこへ行ったのかしら。木簡には何も書いてないし。心配だけど
姉さんのそばは離れられないし。ああ、こんなにお姉ちゃんを困らせるなんて悪い子なんだから。